こんにちは、アンゴラです。今月、SWIFT がブロックチェーン型共有台帳を発表しました。これで XRP は終わりだという声も出ていますが、本当にそうなのか。そこで今回は、SWIFT の新システムの仕組みを分解し、Ripple と XRP が不要になるのか、結論を出します。まずは SWIFT について説明します。SWIFT は世界中の金融機関が国際送金の指示を安全にやり取りするための通信ネットワークです。世界共通の通信規格を作るために1973年に世界239の銀行が共同で設立した共同組合で、現在は世界1万1500以上の金融機関が接続しており、国際送金の約9割が SWIFT 経由で行われています。SWIFT が今までブロックチェーンを導入しなかった理由は、技術を否定していたからではありません。SWIFT はもともと資産を動かすシステムではなく、送金指示を安全に伝えるためのメッセージングシステムだからです。メッセージを送るだけのシステムにブロックチェーンを導入しても、銀行口座のお金を自動で動かせるようになるわけではないため、わざわざ巨額の費用をかけて導入するメリットが薄く、従来のシステムで十分に機能していたので導入していませんでした。しかし、ブロックチェーンの研究は2015年から続けており、機は熟して2025年にブロックチェーン型共有台帳の開発を発表。今月2026年7月にこれを発表しました。SWIFT のブロックチェーン台帳が利用可能となり、6大陸の17の銀行が24時間365日の決済利用可能性と流動性の向上を目指し、トークン化預金を利用した実取引の試験運用を準備しています。トークン化預金は銀行に預けられた預金をブロックチェーン上でトークン化したものです。トークン化預金のメリットは24時間365日いつでも送金できることや、商品が届いたら自動で代金を支払うといったプログラム決済ができることや、デジタル証券など他のデジタル資産と連携しやすいなどが挙げられます。2019年からトークン化預金の実用化に取り組む銀行が出始め、現在まで数社が商用化、多くの銀行が導入に向けて開発を進めています。しかし、現在のトークン化預金は同じ銀行グループ内では高い効果を発揮するものの、異なる銀行間では相互運用性が低く、十分に効率化できていません。このように銀行のトークン化預金が実用段階に入り、異なる銀行間でも24時間365日送金できる共通基盤への需要が高まったことから、SWIFT は独自のブロックチェーン共有台帳を開発し、実取引での試験運用を開始したという流れです。次に SWIFT の共有台帳の仕組みについて。SWIFT の共有台帳は各銀行のトークン化預金をつなぎ、送金側の銀行のトークン化預金を減らす処理と、着金側の銀行のトークン化預金を増やす処理を同期させながら進める司令塔です。例えば、A さんが A 銀行から B 銀行の B さん口座に1万円を送るとします。まず A 銀行は A さんのトークン化預金を1万円分減らします。同時に B 銀行は B さんのトークン化預金を1万円分増やします。SWIFT の共有台帳は資金が確保されていることなど必要な条件を確認。この2つの処理が片方だけ実行されて終わらないよう監視し、同期させます。このように SWIFT の共有台帳は送金側と着金側の処理を同時に進める司令塔であり、これによって異なる銀行間でのトークン化預金を使った資金移動が効率化され、24時間365日の国際送金が実現します。ここまで聞くと、Ripple XRP は不要になったんじゃねとなりそうですが、重要なポイントがまだ残っています。それは実際にお金を移動させる最終決済です。先ほどの例で言うと、
A 銀行から B 銀行に1万円を送金することが確定した後、次に A 銀行が B 銀行へ実際に1万円を支払う最終決済を行います。この最終決済は当面、従来システムと同じ中央銀行の当座預金や海外銀行のコルレス口座を通じて資金を移動する仕組みのままとなっており、これが SWIFT に残る最大の弱点です。中央銀行の決済システムが夜間や休日に動いていなければ、最終決済はすぐに完了しないという点もさることながら、最大の懸念は SWIFT の共有台帳を使っても、銀行は世界中の口座にあらかじめ巨額の資金を寝かせておかなければならないという欠点が解消されないことです。銀行が海外送金を行うには、海外銀行のコルレス口座に事前に外貨を置いておくか、相手銀行との信用枠や外貨を調達する仕組みを用意しておく必要があり、世界中のあらゆる通貨に対応しようとすると、莫大な資金が口座にロックされ、資金効率を著しく低下させます。ただし、ドルや日本円のような主要通貨は世界中で絶えず取引されているので、銀行が現地口座にお金を寝かせておくコストや、為替の手数料がもともと非常に安く済みます。そのため SWIFT の共有台帳で処理スピードさえ速くなれば、既存の銀行システムのまま十分に機能します。一方でマイナーな通貨同士の送金になると、資金調達や為替の手数料がかさみ、巨額のコストになります。つまり SWIFT の共有台帳はデータのやり取りは高速化できますが、送金する通貨の流動性まで生み出す仕組みではないため、裏側で眠る巨額の資金コストまでは解消できないという問題があります。この問題を解決するのがリップルです。リップルペイメントでは、ブリッジ通貨で国際送金をする場合、海外の口座に前もってお金を寝かせておく必要がありません。例えば、XRP をブリッジ通貨とする場合、日本円を XRP に交換し、海外取引所に XRP を送金して相手国の通貨へと一瞬で変えることって、事前に現地で資金を用意しておかなくても、数秒で最終決済まで完了できます。ちなみに、ブリッジ通貨には RLUSD、USDT、USDC などのステーブルコインを指定することもできるのと、ブリッジ通貨を使わずに既存の銀行口座や決済網を使って送金することも可能です。このように、リップルは事前資金を不要にし、裏側の資金移動コストそのものを消し去ることができるのが強みです。以上から、SWIFT は主要通貨を中心とする巨大な銀行間ネットワークとして今後も君臨する一方、リップルは新興国など事前資金や為替流動性の負担が大きい通貨ルートを補完する国際決済網として普及していくことでしょう。よって結論は、リップルと XRP は今後も必要となりました。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルでは投資判断に役立つ深掘り情報を解説しています。次回の動画を見逃さないようチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。